さんこんにちは。1000X 坪内和夫と申します。これから日本ロック史上最大の伝説と呼ばれる裸のラリーズについて語っていこうと思います。第11回1976年はアナキズムというテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思います。この年はセックスピストルズのアナーキー・イン・ザ・ UK のシングルがリリースされた年です。アナキズムは様々ある政治思想の中でも最も原初的なもの。他の政治思想、例えばリベラリズム、リバタリアニズム、コンサーバティズム、ソーシャリズム、コミュニズムなどと違い、明確な統治機構の形がありません。なぜならアナキズムは無政府主義と訳しますが、無政府とは状態であるからです。そしてその状態から何をなすかが最も重要であり、その状態を目指すのがアナキズムであるからです。日本におけるアナキズムを考えるにあたって非常に分かりやすいテキストを発見しました。それが大友克洋さんのアキラという漫画です。この漫画は広く読まれていますし、多くの言説が語られていますが、幼い頃から読んでいて少々わからないところがありました。それは最終巻の最後、主人公の金田がアメリカから来た死者に向かって放つアキラは俺たちの中に生きているぞという言葉です。すべて読んだ方にならわかると思いますが、金田とアキラにはほぼ接点がありません。接触自体が非常に少ないわけです。ですから、ここにおけるアキラとは、人間存在としてのアキラとは分けて考えなければなりません。物語冒頭におけるアキラとは、コードネームとして存在し、巨大な破壊、無差別大量殺戮を意味し、物語中でも何度かアキラという言葉自体が破壊そのものを意味して使われます。これは日本における原爆投下かつ核兵器のメタファーです。物語はこのアキラ無差別大量殺戮から始まり、第3回においてもう一度現象としてのアキラ大量破壊が起こります。大量破壊の後の舞台ネオ東京は統治機能が停止し無政府状態になりますが、その中で勢力を拡大したのが人間アキラを担ぎ上げた哲夫が率いる勢力です。4巻以降の人間の姿をしたアキラですが、その姿は没個性的で切れ長の目を持ち無表情で、自らの意思で行動したり統治したりするのではありません。摂政としての哲夫が実質的な支配者として君臨しており、その統治はアキラの神通力を後ろ盾としています。例えば怪我をして歩けなくなった人の足を神通力によって治すといった奇跡によって人々を帰依させて勢力を拡大するわけですが、これは宗教的権威、つまり奇跡、たたりやまじないの力による統治を行い、だからこそその部下たちは帰依と引き換えに神通力を分け与えられるわけです。もうお分かりだと思いますが、ここにおける人間アキラは天皇のメタファーであり、絶対的な権力と無、自我の存在しない超常的な力の象徴として存在します。哲夫がアキラの頭の中を覗いて恐怖するのは空っぽだからです。そしてその組織はアキラという象徴的権威を頂点として実質的な摂政から続くトップダウン型の官僚組織であり、これは天皇を統治のための権威として利用してきた明治維新以降から戦時まで続く日本政府、そして神通力を持つ武力組織は国家神道のメタファーです。それに対し金田やジョーカーはかつての敵同士でありながら共闘し、対等な関係の部族的な小集団なわけで、さらに彼らは神通力を持たず非常に無力であるわけです。しかし組織力や神通力がありながら鉄道を率いる組織は内部崩壊から瓦解し、金田たちは生き残るわけですが、そこに介入する米軍の存在も見逃すことはできません。漫画では鉄夫の力によって米軍を全滅させるわけです。現実には原爆投下や空襲による日本本土の大量殺戮から米国による間接的な支配は未だに続いているわけですが、最後の金田たちの宣言によって米国の介入をも否定するわけですから、どちらの勢力にとっても他国の干渉者は敵とみなされています。ここでアキラというものの意味をおさらいすると、一つは大量破壊、端的に言うと核爆発、現実においては広島長崎への原爆投下、ひいては敗戦。もう一つは人間アキラのメタファーである天皇絶対的権威、ひいては天皇制という統治制度。もう一つは無空白、現実においては敗戦による焼け跡、グラウンドゼロ、無政府状態。アキラはこれら大きく3つの意味を持ちます。もう一度冒頭に話したアキラは俺たちの中に生きているぞに戻りましょう。2つ目の人間アキライコール天皇は消滅しましたから違うのはわかるでしょう。素直に読めば3つ目の無政府状態とそこからの復興の精神があると言っていると思いますし、ややうがった見方をすれば大量破壊、つまり暴力をもって自分たちを守る意思があると言っているとも読めます。このアキラは要するに何が言いたいのかといえば、
原爆投下に象徴される日本の敗戦の後に起こった象徴天皇制に代表される欺瞞に満ちた統治を否定しているのであり、その解決策としてぶっ壊せと提案しているのだと思います。無政府状態を目指すのがアナキズムですから、だからこそ最後のページの瓦礫に殴り書きされるのはカタカナでアキラではなくアナキズムのイニシャル A なんですね。ぶっ壊した後でどう生きるのかを他国や権威的象徴によらず自らが決める、そういう主体性に責任を持つのがアナキズムであり、逆に言えば人々が主体的に物事を決められるようになるには全てぶっ壊す以外にはないとも言っているわけです。アキラの連載が始まったのは1982年ですが、アナーキーという言葉にポピュラリティがなければこの漫画は書かれていなかったかもしれないわけです。なぜならこの漫画は明らかにパンクだからです。パンクロックは戦後からその時までの歴史を否定したわけですが、歴史を否定するというのはそれまでの歴史をなかったことにするというような歴史修正主義とは全く違い、歴史を精査して自らの手で否定的評価を下すということです。そしてその具体的解決策としてアナキズム、ぶっ壊せと提案しているということです。後年セックスピストルズのボーカリストだったジョン・ライドンさんはサッチャリズムとの戦いに自分の生涯の多くを捧げてきたと語っていますし、それぞれの国において戦後の復興が欺瞞に満ちた統治機構による人民の不幸という失敗に終わったという共通見解が持たれたのが1976年だったわけです。またこれは1970年代初頭の万博のテーマ、人類の進歩と調和といった能天気に幸福な未来へのビジョンへの痛烈なアンチテーゼだったとも言えるでしょう。日本固有の統治機構の問題、つまり天皇制について補足しておくと、1969年に行われた東大全教頭と三島由紀夫さんによる対話において、全教頭の論客だった演劇家の芥田正彦さんが後年述解しているところで大変興味深いことをおっしゃっています。戦後世代である芥田さんは原爆の光とゼロの場所を持ってきたところから我々は出発したと言っている。それに対して三島さんはもっと複雑だとも言っているわけです。こちらはその対話そのものを聞けばよいと思います。つまり三島さんが天皇の3時間微動だにせずに座っている大変立派な姿を見ているとか、その方から恩師の時計をもらったと個人的な思い入れを語っているわけです。無論極限まで考察された結果でもあるでしょうけれども、それ以前に個人的な恩義がある方を否定するのは卑怯者のやることですから、三島さんが天皇を大切にするのは当然であり、そうした個人的経験は主義を凌駕すると私は考えます。ですから天皇の問題が個人的経験のあるなしで立場が変わるのは当たり前のことだと思いますが、この全教頭と三島さんの対話で語られていた持続を意図しない空間こそがアナキズムの本質であると私は考えます。アナキズムは無政府状態を目指しますが、持続させることは目的にないわけです。なぜならやり直し、言い換えれば世直しがアナキズムの本質で、その評価は無政府状態が終わった後でなされる。そこで失敗だったと評価されるならまた壊せばいいという構え、トライアンドエラーの精神と人間の上下の区別なく自由な議論が許される空間、これを目指すわけです。全教頭の試みはその当時の若者がその時点で彼らにとって可能な限り先入観や立場を取り払った空間で議論をしようとした試みだったわけです。無論そこに女性の論客が一人もいないだとか問題はあるけれども、その時点でできる可能な限りの自由な空間を作ろうとした挑戦であったわけで、これが1回で終わったのは残念なことです。今現在同じような試みがされたとして、その空間は1969年当時と比較してどのような質を持つか考えてみるのも面白いと思います。それでは裸のラリーズですが、裸のラリーズの曲の中でアナキズムについて歌われている曲は2曲あります。それが増加の原野と導きの天使ですが、1976年頃にだけ演奏されていた導きの天使の歌詞が素晴らしいので解説したいと思います。始まりさえも音を立てて壊れ、満たされた血の中でお前は姿を現す。もしくは光り輝く。徹底した破壊の先に立ち現れる空間、無政府状態をお前という言葉で擬人化しているんですね。満たされた血は暴力の象徴でしょう。唯一の花、導きの天使、最後の時にもう一度出会うだろう。これはその究極的な破壊を旧約聖書の最後の審判のイメージとダブらせているわけです。ここから先はお前次第。アナキズムの重要な部分、自己決定です。自分で自分の運命を選べと言っています。今夜あなたがやってきたら一緒に行こう。ここでのあなたが最初のお前と同じであれば、無政府状態における世直しを人々に呼びかけていると読めます。
あなたがそのままあなたを意味しているとしても意味は同じです。一緒にというのが大事で共闘を呼びかけています。時間と季節も失われ、アナーキーは持続を目的としませんから、空間において時間性は剥奪されます。その代わりアナキストは永遠性を手にします。つまりそこにおけるアナキズム的空間、言い換えれば世直し的空間を一度体験したものは後戻りできませんし、そこでの瞬間がこれからの時間の起点になるわけです。爆心地、グラウンドゼロですね。私の体に触れてごらん。私の腕に触れてごらん。性的なメタファーとも武器のメタファーとも取れます。銃を取れということです。廃墟が私のポケットに広がって。廃墟は裸のラリーズにとって重要なモチーフです。このフレーズは様々な曲で即興的に歌われますが、言うまでもなく戦後の焼け跡。芥正彦さんの言葉を借りれば、原爆の光とゼロの場所です。もう一度ここから始めようということですね。以降は聞き取り不能ですが、ここまででもこの歌詞の素晴らしさがわかると思います。この曲はアナキズムを象徴的な美しい言葉で表した傑作だと思います。1976年、アナキズムでした。1976年は裸のラリーズの活動も氷結を極め、ライブごとに驚異的な名演が続く、まさに実り多き年です。そしてその時代は混乱期を抜け、安定へと向かう文化が絢爛と花開きながら、鋭くその矛盾や欺瞞をつくだけの知性や能力を持った人々が活躍できる時代だったわけです。次回1977年はパンクというテーマで語っていきたいと思います。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると大変に励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。坪内和夫でした。